こんにちは、アルチャンネルです。今回は考えすぎてしまうあなたへ。著者のグエンドリン・スミスさんは臨床心理学者です。認知行動療法の心理学者として世界中で活躍しています。この本を読めば悩みが軽くなると思います。早速見ていきましょう。考えすぎるとはどういうことでしょうか。役立つというよりは害になる方法で、何かについて考えたり分析したりすることにあまりにも多くの時間を費やすこと。考えすぎという言葉の定義で、私はこれが一番気に入っています。誰にでもたまには考えすぎてしまうことがあります。しかし、中には絶えず襲ってくる不要な考えを断ち切ることができない人がいます。あなたもそのうちの一人かもしれません。実はそういう人たちの内心は2つの異なるタイプに分かれます。1番目のタイプは何度も繰り返し思い出す。過去のことを蒸し返す。例えば、この前はあんなことを言うべきじゃなかった。とか、前の仕事を辞めるべきじゃなかった。または、昨日ラーメンを大盛りにするんじゃなかった。こんなんじゃ一生太ったままだ。こういう思考パターンは、後悔や罪悪感と密接に関わっています。そしてもう一つのタイプは、心配する。将来について常にネガティブで悲劇的な予測を行う。例えば、仕事でこの報告書を提出したら無能だと思われるかもしれない。ひょっとしたら解雇されるかもしれない。そうなると住宅ローンが払えなくなり、家をなくして家族を養うこともできなくなるかもしれない。というようなことです。将来起こり得る失敗について心配すると、恐怖や不安が生まれます。1番目か2番目のどちらか、あるいは両方のタイプの考えすぎによって苦しい状態に置かれてしまうのです。まずは気楽に考えてみましょう。考える能力があるから私たちは人間でいられます。今取り組んでいる物事に心配になってしまうのはごく自然なことです。でも考えすぎが原因でネガティブで破壊的な思考のスパイラルに陥ってしまったら、それは問題発生です。この思考スパイラルに入り込むと、そもそも存在しない問題ですら作り出してしまうのが私たち人間です。そしてその存在しなかった問題をリアルで正しいものだと思い込むようになるのです。この思い込みの結果、心配や不安な気持ちがさらに生じてしまいます。そして問題を解決する能力が弱まってしまうでしょう。考えすぎるということはすべてを台無しにする最高の方法です。例えば考えすぎに関してお医者さんが心配するのは、それが睡眠の妨げになっているかどうかです。もしあなたが明日着ていく服に関してずっと考えていたとしても問題はありません。あなたは明日の夜にはすっかり疲れてすやすやと眠っているはずです。しかし恐怖心などによる考えすぎは不要な化学物質を脳内で生み出し、睡眠障害を引き起こす可能性があります。前向きな考えすぎに対して後ろ向き、ネガティブな考えすぎに注目してみましょう。頭の中でネガティブな事象にこだわりすぎると、その習慣は不安やうつ病などを引き起こしかねません。いわゆる心の病です。そして心の病が健康に悪い影響を与えるという研究はたくさんあります。あなたの考えすぎについて気にすべきなのか、もしその考えすぎがあなたの能力を邪魔しているのなら気にするべきです。厄介な考えを頭から消そうとするのに、それができないのはどうしてでしょうか。何かについて考えるのをやめようとすればするほど、むしろ考え続けてしまうという経験をしたことがあるでしょう。考えないように努力するほど、その対象が頭に浮かんできてしまいます。
例えば、今からしばらくの間、犬について考えないようにしてください。犬を思い浮かべないでほしいのです。神経を集中させて、犬について考えるのをやめてください。どうでしょう。頭の中は犬だらけになっているのではないでしょうか。アメリカの心理学者ダニエル・ウェグナーはこのように説明しています。面白いことに何かを考えないようにしようとすると、まずその対象を記憶しなければならなくなる。そのため思考を最新の状態に保とうとする精神の一部である記憶が逆説的にその考えを活発化させてしまう。このようなメカニズムを含め、脳にはまだまだ多くの謎が残っています。ただはっきりとしているのは、心配性の人に心配するのをやめてと言っても無駄だということです。犬について考えるのをやめてというのと同じぐらい意味がありません。では早速考えすぎを克服する方法を見ていきましょう。まず、この画像にあるように認知行動療法の基本モデルを頭にしっかり入れましょう。これは考えすぎや心配事が起きた時に本当に役に立ちました。まず A ですね。これは現実です。実際に起きたこと。この A が問題なのではありません。現実の世界では不幸な出来事が重なる時もたくさんあります。そして B、これはあなたの思考です。この思考には合理的なものと非合理的なものがあり、信念や認識、評価などから成り立っています。認知理論では単に何を考えているかではなく、どのように考えているかが問題です。つまり実際に起きた A からその人がどんな結論を導き出しているかを検証するのです。そして認知療法ではこのどのように考えるかという点を重視して、この B の部分に対して治療が行われます。認知療法の目的はプラス思考を教えることではないという点も重要です。認知行動療法を行うと、あなたの考えは建設的で役立つものになります。でもこれは無理な自己肯定を得たプラス思考とは別物です。私はポジティブな思考そのものに反対しているわけではありません。でもネガティブな思考の上にポジティブな思考を塗り重ねようとするのは、前にお話しした犬について考えるのをやめてと人に頼むようなものです。認知理論では意味は再付与されます。つまりこの B の部分ですね。物事に新しい別の意味が与えられるのです。この仕組みを知ると、非合理な恐怖を抱く代わりに現実的な判断ができ、恐怖をコントロールできるようになります。例えば、部屋の隅にゴキブリがいたとします。あなたはパニックになり、部屋から逃げました。心臓がドキドキしています。なぜなら、あなたの頭の中では、ゴキブリに与えられた意味は、次のようなものだからです。どうしよう、ばい菌がついているはず。もし私がソファに座ったら、近づいてきて体をよじ登ったりするはず。しかし別の意味を再付与すると次のように変化します。あなたはゴキブリを見かけました。衛生上の理由からゴキブリを部屋から出したいと思います。まずは自分にこう言い聞かせました。ゴキブリの方が私より怖がっているだろう。だって私はゴキブリよりずっと大きいのだから。ほうきを持ってくるか、それとも誰かに頼んで外に追い出してもらうか。罠を仕掛けるのもありかもしれない。あなたは合理的に問題解決に乗り出します。合理的に考えるとパニックを起こしたり、誰かが助けに来てくれるまで外でずっと待ってなくても良くなります。このように意味を付与し直すと、あなたの思考は現実に基づいたものになります。想像の中で作られた恐怖を引き起こす非合理的な思考とは反対の
合理的で証拠に基づいた思考を持てるのです。あなたの思考はより建設的でもっとポジティブなものになりました。自分の経験に新しい意味を与え、恐怖心を減らしたのです。さて、次の段階に進む前に、この方程式にもう一度注目してください。B が C を生み出す。この C というのは、あなたの感情、気持ちです。この C の部分、感情は実際に問題が存在する場所です。しかし、あなたの感情は自分の思考を反映して生み出されています。したがって、自分の感情を変えるためには、自分の思考を変える必要があるのです。A に対する B が C を生み出す。この関係を常に頭に入れてください。そして、あなたが実際に起きた A に対してどのように考えるかという思考をするときに思考ウイルスが入り込むことがあります。この思考ウイルスはあなたの考えや解釈、ひいては日常生活に混乱をもたらします。この思考ウイルスを覚えておけば、頭の中にウイルスが発生したとき、すぐに気づけるでしょう。まずは白黒思考。すべてがある。何もない。このような言葉で物事を単純に割り切ろうとします。とても硬直した思考で曖昧さを受け入れる余地がありません。この白黒ウイルスに侵されてしまうと極端な人になってしまいます。白黒思考の人と議論するのは一苦労です。彼らは自分が常に正しいと信じているからです。次に、読心術。これは、それが本当であるという証拠もないのに、あの人は自分についてネガティブに考えている。と、結論づける思考パターンです。例えば、学校の人たちや同じ会社の人たちがみんな、あなたのことを考えていると思い込む。実際には、世の中のほとんどの人は、彼ら自身のことしか考えていないのにもかかわらず、または自分についてネガティブに考える。そして周りの人も同時に自分について全く同じようなネガティブな思いを抱いていると決めてかかる。ここで起きているのは自分は人の心を読むことができると信じる心理状態です。もちろん実際には不可能です。また他人も自分の心を読むことができると考えます。このように間違った思い込みを持つと、人付き合いをするとき、自分の考えが筒抜けになっているように感じたり、傷つきやすくなったりします。次に、運命の先読み。宝くじの当選番号を予想できるようになったり、すべての問題が解決すると想像してみましょう。そうです。この思考ウイルスは、そんな想像と同じぐらい馬鹿げているのです。厄介な考えすぎを行う人は常にネガティブな結果を予測します。彼らは運命の先読みをするのが大好きです。あなたが心配すればするほど、そして悪いことが起これば起こるほど、自分には未来を先読みする能力があると思うかもしれません。でもそれは偶然であることを忘れないでください。覚えておきましょう。感情は事実ではありません。思い込んでいるだけで事実ではないのです。この思考ウイルスはあなたの心に真実ではない何かを信じ込ませる一因です。このウイルスが活動を始めると、悲しみや不安、落胆といったネガティブな考えが増してしまいます。ここでもう一度思い出しましょう。B がA を評価し、C を作り出します。感情は思考を映し出す鏡なのです。この言葉を信じましょう。次のウイルスは自己関連付け。自分には全く関係ない、あるいは大きな責任がない、外部で起こった出来事であっても、その原因が自分にあると考えてしまうウイルスです。その結果、孤独や不安、
罪悪感を抱き、引きこもりになったり、人付き合いを避けるようになったりします。周りの出来事に関連づけて自分を責めるようになると、怒りの感情や無力感に襲われます。自分の周りで起こる出来事はすべて自分に関係しているという思い込みに基づいているため、ナルシズムともかなり関係しています。次は、もう耐えられない。これはあなたに残っている寛容さをなくしてしまう考えです。これ以上は耐えられないと自分に言い聞かせて始めた途端、もう耐えられないという状態が事実であると思い込むのです。この思考プロセスが始まると、あなたは立ち直る力がなくなってしまいます。この瞬間、あなたは泣き崩れたり、怒りが湧き上がったりするかもしれません。でもそのような状態は必要なものではなく、実際に他の誰かが自分のことを悪く思っているわけでもありません。何かに耐えられないと思い込んでいるときは、新しい状況に対応できないストレスが多すぎるとも感じています。例を挙げましょう。パーティーで知らない人と話すなんて無理だ。退屈なやつだと思われるし、何を話せばいいのかわからない。間抜けに見えるだろう。ダメだ。耐えられない。結論を急ぐあまり、耐えられないと思い込んでしまったように思います。乗り越えなければならないと思い込む障害は、あなたの心の中にしかありません。その場に行って会話をする上で、物理的な障害はないのです。心の中にあるその障害こそ、認知の歪みによって生み出されたものです。あなたがこれまでに経験した最悪の状況を振り返ってください。親しい人が亡くなった。でもあなたは今ここにいます。つまり辛い経験を何とか乗り切ったということです。ですので、事実に基づいて考えたら認識はこのようになるのではないでしょうか。今の状態がいいわけではない。でももっとひどい経験もし、それを乗り越えてきた。事実に忠実でありましょう。そして、レッテル貼りです。簡単に言うと、私はいつも同じ間違いをする。私ってバカなんだ。とか、あなたはいつも物を落とすね。という具合です。最後は、べき思考です。何かをすべきという言葉は多くのストレスを生み出します。この言葉は特に自分や他人、世界についての感じ方に大きく関係しています。実は、べきとは支配に基づいた言葉です。伝統的な宗教のいくつかは何世紀にもわたってこのべきという言葉を使い、支配力と罪悪感の下で信者をコントロールしてきました。例えば、汝何々すべしとか、汝何々するなかれといった言い方ですね。このべき思考をやめましょう。これが思考ウイルスとみなされているのには、それなりの根拠があります。このべきという言葉を使わないようにしたり、またはべきの代わりに選択を象徴するような言葉を使うのも一つの手です。例えばこう思ったとします。今日は家のことを全部やるべきだ。必ず今日中に済ませなければならない。これはまるで自分にひどい頭痛を与えているようです。そこで次のように考えてみてください。よし、今日は家事ができそうだ。でも今週は忙しかったし、今日は少しだけやって、残りは明日にしてもいいかな。このように考えたら、気分は楽になるのではないでしょうか。あなたが何かについて考えるとき、これらの思考ウイルスを見つけて、紙に書き出してみるのもいいでしょう。できる範囲で頑張ってみてください。あなたの今の考えすぎ、落ち込んだ気持ちは C です。この C を作り出したのは、あなたの思考、つまり B です。この B は、起こったことに対するあなたの考え方です。
この A に対する B を変えることによって、あなたの感情 C が変わっていきます。たとえ人生がうまくいかなかったり、誰かがあなたの悪口を言っていたとしても、その点について思い悩むことの価値について自問してみてください。この考え方は私にとってどのように役立っているのか。あなたが何かに悩んでいるとき、感情そのものを変えることはできません。感情を生み出したあなたの考え、その考え方はあなたにとって役立っているのかどうか、それを考えてみてください。